大阪の百貨店で開催されたとある絵画の個展。力強い黒い線、ポップな色使い、水彩画のようにも見えますが、実はこちら銅版画です。この銅版画の作者が今回の主人公、銅版画作家の船田純子さんです。銅版画って銅っていう金属を通して描いていくので、自分では思っても見ないことがどんどん現れてきたりとか、線が面白いとか、ただ描いてずっと見えてる状態ではなくて、その作ってるものが最後吸ってみないとわからないっていう作ってる面白さとか。船田さんが描く作品のテーマはサーカス。この絵はサーカスのパレードをイメージしています。登場人物一人一人に目を向けてみると、このパフォーマーたちがそれぞれ名前もあって性格もあってキャラクターというものがあって、でもこの女性はアマレットで、この男性はポメロっていう名前。太鼓を背負っている男の人なんですけど、その太鼓の上にもまた世界があって、電車でこれ踏切で並んでる車がで、家があって蝶々が飛んでたりとか、本当にパッと見てこの印象と近づいていろんな世界が見えるっていう、そこをワクワクしながら見てほしいなって思ってます。一枚の絵の中に秘められたストーリー。どうやって作られているのか覗いてみることにしましょう。今回の作品で使うのはエッチングと呼ばれる技法。銅の板に腐食を防ぐ薬剤を塗り、その薬剤を削り取った部分だけを酸で溶かして溝を作ります。その薬剤を削り取るのに船田さんが使うのは木の枝。持ちやすさ、描きやすさですね。この薬剤が削り取られた部分が輪郭線として浮かび上がってくるのです。線画が完成したらいよいよ腐食。銅を溶かす腐食液につけ、線の部分を溶かしていきます。溶けてちょっとずつくぼんでいくんですよ。でそれをどの深さで止めるかで線の強さが変わってくるので、本当に冬場とかも2日間ぐらいつきっきりで1日8時間ぐらい腐食してとか。銅版画制作にはデッサン力や造形力だけではなく、時間をかけて金属と向き合う根気が必要です。3割ぐらいですかね、まだ。腐食の具合を1時間かけてチェックします。そして酸の中和剤をかけ、より詳しく腐食の深さや境界線のエッジの立ち方などをチェックします。こういうこれができてるんですよ、腐食。イメージ通りに仕上がったところは、腐食を防ぐ薬剤を再び塗ってガードをかけ、
より深く彫りたいところは腐食液でさらに腐食させていきます。長いんですよね、版ができるまでが。地道に結局この日は腐食の工程が終わるまで6時間かかりました。印刷でしょって言われる瞬間、ぐさガーン、なんかこう心が痛い全然分かってないみたいな感じになるんですけど、もともとはお札を作るっていうものから始まった銅版なんですけど、銅によって作ることのできる線の面白さをあえて使っているので、印刷っていうふうには思わないでほしいですね。銅版画作家船田純子さん。銅版画はただの印刷ではないという船田さんの思いは、ここからの工程を見れば一目瞭然です。溝にしっかりインクが入るようにグリグリといろんな角度からこう溝に埋めていくような感じで、エッチング技法で腐食しできた溝にインクをすり込み、余分なインクを丁寧に取り除きます。溝に入ってるインクまで拭き取ってしまったりするので、意外とこの拭き取り作業が難しい。ようやく浮かび上がってきた絵の輪郭。この銅板にあらかじめ色をのせた紙を重ねプレス機にかけます。早く回すと遅く回すのとまた違うすり上がり。どうかな。もういいぐらいの。いいぐらいですちょうどいいぐらい。一旦これでちょっと乾かして、ちょっと3日後以降にしないとこれがついちゃうので、インクが。このエッチングで出せる線っていうのは表面に乗ってるだけじゃなくって、この紙の中に食い込んでいるすごく濃い深みのある線を出せるなって思います。そこが銅版画の魅力ですね。続いて絵の具と絵筆を使って直接描いていきます。何トンのプレス機で通った後で終わるんじゃなくて、なんか最後に手を入れて表面にちょっと膨らみを持たせて終わりたいので入れてます。もう自由なオリジナルな作り方。版画と水彩の出会い、さらにポイントになるところには和紙を貼り立体感を出します。ほんのり緑がいい感じ。銅版画はモノクロで線描でみたいなイメージの方もやっぱりちょっと多いなって思ったりするところがあるので、もっとどんどん自由に作って広がるところを見ていただけたらなと思います。ただの印刷ではない船田さんの作品。直接色をのせる、和紙を使う、ポップな色彩、新しい可能性が広がります。船田さんの世界観をじっくりと鑑賞できる場所ができます。ここは2020年11月オープン予定のコミュニティスペース。おー、すごい。
完成しましたね。壁には船田さんの作品が。私の絵は自分の思いをただ描いて作って終わりじゃなくて、その絵を通していろんな方が何かを感じていただく。例えばなんかワクワクしてきたとか、なんか前向きになったとか、なんかわからないけどなんか楽しいとか、なんかそういう気持ちになってもらいたいなって思って作ってまして、やっぱりそういう言葉をいただけるとやっててよかったなって思いますし。銅版画作家船田淳子さん。何かわからないけど楽しい。船田さんの作品には船田さんの生き方が刻まれているのです。